35話夢か現実か。ニュースを見ていたら、ストーカー行為で逮捕されたという男の写真が流れた。その顔を見て、直美はドキッとした。いつも電車の中でこっちを見ていた男だ。やはり気のせいではなかった。あのまとわりつくような視線が嫌で、電車の時間を変えた。それでもしばらくしたらまた同じ電車であの男に会った。男は直美を見てニヤッと笑った。恐怖を覚えた。男は何年か前の電車事故にも関与の疑いがあるとテレビの向こうのアナウンサーが話していた。事故の様子を目撃していた男性が名乗り出たらしい。怖。あの男が何かしたのだろうか。そう思うとゾッとした。でも捕まったということはもう会うこともないということだ。よかった。ほっと肩を下ろすのと同時に頭の中に誰かと話をしている自分の姿が浮かんだ。あなたの婚約者はその男から逃れようとして足を滑らせたのか？あれは直美の声だ。でも誰とどこで？ここ1年ほど直美はどこかの店に訪れていたような記憶がある。そう思った時にコーヒーの香ばしい香りが鼻先に漂ったように感じた。頭の中に見知らぬカウンターでコーヒーを飲みながら話している自分の姿がおぼろげに浮かぶ。でもそれがどこなのか思い出せない。夢で見たのだろうか。考えてみたら、直美はそれほどコーヒーが好きではない。わざわざお店に入ってコーヒーなどを飲むはずもない。そういう心当たりもない。なのになぜだろう。頭にぼんやりだけど浮かぶ光景はやけにリアルだ。でもリアルに何度も言っていたのなら覚えていないわけもない。なんだか変な感じだと直美は思った。変なの。それから数日後、直美はその事故があったという駅のホームに立っていた。もしかしたら自分も同じ目に遭っていたかもしれない。そう思ったから。ここから落ちた女性はどんなに怖かっただろう。どんなに悔しかっただろう。そう思うとちょっと目に涙が浮かんだ。そのままそっと手を合わせた。ありがとう。どこからかそんな声が聞こえたような気がした。思わず辺りを見回したら横にいた男性と目が合った。以前会ったことがある。そう感じた。そうしたら男性の方から話しかけてきた。もしかして堤友果さんの知り合いですか？あ、いいえ。すみません。今手を合わせておられたように見えて。その堤さんという女性はストーカーに迫られてここから落ちた女性ですか？はい、僕の婚約者でした。そうなんですか。実は私も捕まった男とよく電車で会ってずっと気味悪く思っていたんです。だからなんだか
人事とは思えなくて。ああ、あなたも。男性はうつむいて線路の方を見た。ナオミも同じように線路に視線を落とす。前にどこかで同時に同じ言葉を発して顔を見合わせた。何がどうとかは言えないのだが、なんだかすごく不思議な感覚だ。変な話なんですけど、どこかのカフェみたいなところで彼女のことを女性と話したような記憶があるんですよ。その女性があなたのような気がして。私もです。でも、カフェとかに行った覚えがないのに、カウンターでコーヒーを飲んでいる自分の姿が浮かんだりして、変ですね。僕も同じです。そう言って、二人で首をひねった。何なのだろう。これはデジャブなのか。いや、それとはまた違うような気がする。でもそのカフェがどこにあるのか、いつ行ったのかも思い出せない。そもそも、本当に行っていたのかどうか、そんな店が存在していたのかもわからない。夢か現実か。それとも、あのカフェはもしかして異次元の扉だったのでは。